ネトジュンさんは疑問やわからないことが起きたとき、頭の思考で考えるのではなく、お腹のあたりから直感という形で答えを受け取るそうです。腸と右脳は自律神経を通して密接につながっており、互いに常に情報をやり取りしていると言われています。医学の世界でもこれを脳腸相関と呼びます。実は脳から腸へ送られる情報よりも、腸から脳へ伝わる情報の方が圧倒的に多いとされているのです。けれど多くの人がその直感の声を感じ取ることができずにいます。なぜ現代人は直感を受け取れなくなっているのでしょうか。今回はなぜ私たちは直感を感じ取りにくくなっているのか、直感を受け取りやすい意識の状態とはどんな状態なのか、そして感情と腸の深い関係、体温マッピングで見た興味深いデータ、これらをネドジュンさんのイラストとお話を交えながら紐解いていきます。多くの人は常に頭の中で考えています。昨日の出来事、明日の予定、うまくいかなかったこと、あるいはまだ起こってもいない心配事。思考は常に言葉の世界で動いています。それが左脳の領域。けれどその思考に意識がとらわれると、体とのつながりが意識の上で途切れてしまうのです。体はここにあるのに、意識は過去や未来へ飛び続けている。そうなると、どんなに穏やかな空間にいても、心の中には緊張や不安が生まれます。それが現代人の無意識の分離状態です。孤独、苦しさ、寂しさ、自己否定感。それらの根っこにあるのは、身体感覚を失っていること。意識が思考に奪われることで、体の中にある穏やかさや安心感に触れられなくなってしまう。私たちは自分の体という今ここの神経の世界と心の世界を切り離して生きているのです。この状態では頭の中の世界が現実のように見えてしまいます。例えば部屋の中は静かなのに、思考が不安や緊張を作り出して眠れなくなる。これは体との接続が切れた左脳優位の世界です。直感も何も感じられない状態です。私はずっとこの意識の構造を観察してきました。自分が感じる右脳意識の世界をイラストに描いてみたんです。体の部分に薄くオレンジ色を入れているのは、体の中、腕の先、指の先くらいまで、または足の先まで意識はずっと広がって感じます。なんならもう少し体から広がっているように感じてるんですが、少なくとも足の指先までずっと意識が常にある感じがするので、薄くオレンジ色で塗っています。ただ、強く感じる部分というのが、このオレンジ色で描いている喉のところからお腹へつながっている管の部分です。以前は胸の中央に感じていたのですが、最近縦に伸びてるなーっていう感じがあって、そして主に胃の入り口あたりのところまでずっと突き当たっているなっていうふうに感じてたんで、それをそのまま描いてみたんです。すると不思議なことに、その形がまるで消化器官、腸の形に似てたんです。これが今の思考が消えて9年目に差し掛かった私の意識と感じるお腹の中の自分の意識の形です。喉からお腹へつながる一本の管、その内側に私という意識を強く感じます。内臓には自律神経が絡み合っていて、脳から伸びてきている神経がお腹の中に伸び、内臓に巻きついているので、
ここを意識と感じても確かにおかしくはないんです。つまり、脳と腸は神経で直接つながっているのです。もうちょっと自分でリサーチしてみたら、体の前面の自律神経のあたりを感じると、下から上に何か情報のような感覚のようなものが上昇している感じがします。お腹の下の方から上の方に向かって上がってくるような感覚がある。そして背中側は肩のあたりからお尻の方に向かってエネルギーが下がっているような感じがします。これは前の神経と後ろの神経でそれぞれ違った働きをするということは分かっていますので、違った感じがしてもおかしくはないんです。ただこれまでそういうふうに感じたことがなかったので、今回このイラストを描いてみて、改めて体の感覚を感じてみたところ、こんな感じになりました。喉から胃の入り口あたりまでのオレンジ色の管のところ、ここに私という意識を強く感じます。そして胃袋に当たるあたりで、そこから先は全然違う感覚。大きな無意識が司っているんだなって感じます。主語が変わるのです。喉から胃の入り口までは私という感覚がそのまま下ろせる。でも胃に当たるあたりでそこから先は大きな無意識の領域へと変わるのです。これはあくまで今の私の感覚です。私という感覚はこの喉から胃までの管の感覚と同時に胸の中心にも意識があるのははっきりと感じます。胸の中心はこの表面的皮膚とか骨のあたりに自分の意識の中心がここにあると、丸く小さくあると感じるんですね。だいたい心臓の高さぐらいで、ここはすごく強く自分だと感じます。それと別に、わからないことはお腹に効くときは、意識を下へ下へ下ろし、胃に近いあたりに強く自分を感じるんです。例えば今、知りたいことがあるとして、例えば今日この情報を一生懸命書いたけれど、これ以外に何か皆さんにお伝えした方がいいようなことはありますかと聞いたとします。喉の部分を下に下げるようにして、その疑問を持っていく。でも、胃のあたりでそれは一旦止まる感じなんですね。ここまでが私っていう感じで、一旦止まる。そこから先、胃や腸は大きな無意識の感覚で、これを言葉にするとちょっと変な例えになるんですが、私より年配の偉い方たちが会議とかミーティングをされているようなお部屋があるとして、そこに私が行ってこんなことが知りたいんですって言うと、皆さん黙って聞いていて、それに対してその場ですぐは答えは返ってこない。皆さん全員口をつぐんでいて、静かにうなずいてくれているような、理解はしたよっていう感じでいらっしゃる。直接の答えを誰かが言ってくれるわけじゃなく、目上の偉い方たちが黙ったままうなずいている。そして私は一旦すごすごと帰ってくるような感じなんです。その後も胃のところへ自分の意識を向けていると、何か突然答えのようなものが出てくるんです。今回の場合で言うと、イラストを描いて疑問をお腹に投げかけておいたら、胃や腸の形、消化器官の形だと突然わかるんです。これがさっき問いかけた答えなんだなっていうのは、その後でわかる感じなんです。これが私のお腹を使った思考法なのです。最後にこれと関連して、今回は
感情変化と体温マッピングを紹介したいと思います。様々な感情の時、体のどの部分の体温が上がるか下がるかという数多くの方からの検査を結果としてまとめたものなんだそうです。一番上の段の右側の中立という真っ黒に塗られているのが、これが一番ベーシックな体温状態です。これを基準にして、これよりも暖かくなったら赤や黄色に塗られて、体温が下がったら青や白で色分けして分かりやすくされているものです。これを見ていただくと、頭の部分に色が入っている、体温が上がっているものと、心臓の真ん中、私がまさにその胸の座と呼んでいる胸の真ん中あたりが体温が上がっているもの、下がっているもの、そしてお腹の方まで体温が上がっているもの、そして腕ですね。腕の体温が上がっているものや下がっているもの、そして足まで体温が上がっているもの、下がっているものというふうに、これは多くの方から捉えたデータなので、標準的なということでしょうか。こういう感情を感じると、こういうふうに体温が上がりますよ。つまり、そこの部分が使われていますよということだと思うんですね。まずわかりやすいのが中立より下がっているものです。上の段の右から3番目、悲しみ。これは胸の中央で何かを感じている。もしくはそこが働いている。それほど体温が上がりきらない程度に活動している。そして手足が冷えている。そして下の段の左から3番目。これは抑うつの意識状態です。頭も胸もお腹も上がっておらず、腕と足が冷えている。体温が下がっている。これが抑うつの状態です。そして頭だけが赤くなっているのは経鼻、恥、妬み。私が思うのは胸の真ん中は何らかのポジティブでもネガティブでも感情的なものを感じるという作用があるように思います。頭が主に光っているのは先ほどの経鼻、恥、妬み。これは明らかに頭だけで思考に意識がとらわれてしまっているとこうなりやすいのかなと思いました。そして最も赤くなっているのが愛です。愛の時、頭も胸の真ん中も内臓から太もものあたりまで大変活発になっています。これを見ると胃や腸のあたりが大きな無意識のエリアであることがなんとなく推測できます。これほどお腹が光ってはいませんが、幸福を感じるとき、胸の中央もお腹も上がっていて、足の先まで体温が上がっています。これを見ると、胸の真ん中が感情のセンター、私という存在の感覚、感情の真ん中、センター部分なんだなということがわかる気がします。怒りは頭でも胸でも感じていて、腕も上がっています。怒りは攻撃欲求が高まっているので、腕まで血が巡っているのですね。今回、右脳意識をイラストにしてみて、思いがけず消化器官の形に近づいているということを感じ、そして胸の中央は自分の意識があるところである。そして胸の中央である私が何かの感情を感じたとき、そこから情報が発せられて消化器官に行き、そこから頭などすべてが反応しているのかなと感じました。何かリンクしているように感じました。今後もさらに研究していきたいと感じています。まとめると、直感を感じられず、いつも緊張し不安を抱きながら思考がぐるぐるするときは、意識が体と途切れて思考だけに向いている状態です。そしてそれに対して右脳の意識状態は、意識がお腹に広がり、考えるという行為も思考、言葉で考えるのではなく、お腹にイメージを投げかけることで、お腹の反応を見ているという方法になります。私はそれを一日中やっているので、
それが当たり前になっています。ただ、すぐには答えがなかなか返ってこないこともあり、思慮深く、それは他の人たちの無意識をすり合わせて、タイミングを見計らって答えが返ってくるような気がしています。疑問を投げかけて、パッと答えが返ってくるわけではない。瞑想やエレベーター呼吸などで時間をかけてお腹とつながり続ける。すぐに反応を求めない。我慢強く待っていると、すべての生命との集合意識からの情報がお腹から感じられるようになるのです。